私たちが英語について話すとき、大抵単一の言語だと考えます。しかし、世界中の数十カ国で話されるそれぞれの方言はどんな共通点があり、チョーサーの著作との共通点、また叙事詩ベオウルフの不思議な言葉とどう関係するのでしょう。多くの言語と同様に、英語も何世代もの話し手の中で進化し、時間とともに大きく変化してきました。この変化を紐解くと、現代の言語から古い起源を遡ることができます。現代の英語はラテン語から派生したロマンス諸語、フランス語やスペイン語と似た単語を多く持っていますが、その単語は昔から英語にあったわけではなく、1066年のノルマン人によるイングランド征服の際流入したものです。フランス語を話すノルマン人がイングランドを征服し、支配階級になると彼らの話し言葉が持ち込まれ、もともとイングランドで話されていた英語に大量のフランス語とラテン語の語彙がもたらされました。これが今日古英語と呼ぶベオウルフの言葉です。あまり耳に馴染みがないでしょうが、ドイツ語の知識があったら理解できるかもしれません。なぜなら古英語はゲルマン語族に属しているからです。5から6世紀にアングル人、サクソン人、ジュード族によってイギリス諸島に持ち込まれたのです。彼らが話したゲルマン系の言葉はアングロサクソンとして知られます。8世紀から11世紀のバイキングの侵入者はコノルド語の言葉を語彙に加えました。フランス語、ラテン語、コノルド語や他の言語から借りてきた言葉の奥にある現代英語の起源を見るのは難しいかもしれません。しかし、比較言語学は文法の構成、音の変化のパターン、特定の中核語彙に注目し、私たちの理解を助けてくれます。例えば、6世紀以降、P で始まるドイツ語は体系的に PF 音に変化しました。それに対応する古英語は P のままでした。別の兄弟言語であるスウェーデン語の SK 音は英語では SH 音になり、今でも SK 音を持ついくつかの英単語があります。スカートやスカル、頭蓋骨などです。それらは SK 音から SH 音への変化後にコノルド語から持ち込まれた言葉です。これらの事例はラテン語由来のロマンス諸語のように、英語、スウェーデン語、ドイツ語や他の言語が紀元前500年頃に話されていたゲルマン諸語と呼ばれる共通の祖先を示しています。この歴史的な言語は記述されたことがないため、幸運にも一定の法則で変化した言語の子孫たちを比較することでしか再構築はできません。同じ手法を用いてもう一段階遡ると、6000年ほど前に黒海の大草原地帯で話されていたインド・ヨーロッパ祖語と呼ばれるゲルマン祖語の起源までたどることができます。これはインド・ヨーロッパ語族から再構築された祖先で、歴史的にヨーロッパ及び南アジアと西アジアで話されていたほとんどの言語が含まれます。さらに少し作業が必要ですが、同じように体系的な類似性や対応をインド・ヨーロッパ語族の異なる言語に見出せます。英語とラテン語を比較すると、英語の T はラテン語の D に対応し、ラテン語で P で始まる単語は英語は F になります。英語のより遠い親戚にはヒンディー語やペルシャ語、現在の英国で話されていたケルト語派も含まれます。インド・ヨーロッパ祖語自体もさらに昔の言語から来ていますが、歴史学や人類学の証拠ではそこまでが遡れる限界です。解明の手前には多くの謎があります。例えば、インド・ヨーロッパ語族とその他の言語には関係があるのか。また、インド・ヨーロッパ語族が伝わる前のヨーロッパの言語の特徴などです。しかし、世界中の30億もの人々がお互いをほぼ理解できないにもかかわらず、6000年の歴史で作られた同じ言葉を話しているのは驚きです。チャンネル登録をお願いします。そこに新しい学習のチャンスがあります。